皆さん、こんにちは。今日は、飲食店での会計の仕方についてお話ししていきましょう。日本語を楽しみながら勉強してください。日本の飲食店で会計をする方法は、店によって、レジで支払う場合とテーブルで支払う場合があります。店にレジがある場合は、食事が出されるときに伝票もテーブルに置かれますので、帰るときにその伝票を持ってレジで支払います。レジが見当たらない場合は、食事が終わったら店員に会計をしたいことを伝えて伝票を持ってきてもらいましょう。しばらくすると店員が精算に来てくれますので、テーブルで支払いを済ませます。一般的に、テーブルで支払いをする店は、レジで払う店よりは高級な店のことが多いようです。また、主に欧米で見られるチップの習慣は日本にはありませんが、高級レストランやホテルなどでは会計に 10% 程度のサービス料が含まれることもあります。複数の人で食事をした場合、一人がまとめて払うこともできますし、それぞれの人が別々に払うこともできます。ただし、混雑時などは、別々の会計を断られることもあります。大勢で食事をした時など、合計額を人数で割り、一人一人がお金を払うことを割り勘と言います。日本では割り勘が一般的で、逆に誰か一人が他の人の分も全部払うという習慣はあまりありません。年齢や関係などによっては、ご馳走してもらえることもありますが、あくまでも行為であって、習慣や義務ではありません。日本の飲食店で会計をする方法は、店によって、レジで支払う場合とテーブルで支払う場合があります。店にレジがある場合は、食事が出されるときに伝票もテーブルに置かれますので、帰るときにその伝票を持ってレジで支払います。レジが見当たらない場合は、食事が終わったら店員に会計をしたいことを伝えて伝票を持ってきてもらいましょう。しばらくすると店員が精算に来てくれますので、テーブルで支払いを済ませます。一般的に、テーブルで支払いをする店は、レジで払う店よりは高級な店のことが多いようです。また、主に欧米で見られるチップの習慣は日本にはありませんが、高級レストランやホテルなどでは会計に 10% 程度のサービス料が含まれることもあります。複数の人で食事をした場合、一人がまとめて払うこともできますし、それぞれの人が別々に払うこともできます。ただし、混雑時などは、別々の会計を断られることもあります。大勢で食事をした時など、合計額を人数で割り、一人一人がお金を払うことを割り勘と言います。日本では割り勘が一般的で、逆に誰か一人が他の人の分も全部払うという習慣はあまりありません。年齢や関係などによっては、ご馳走してもらえることもありますが、あくまでも行為であって、習慣や義務ではありません。